後部座席の安全部品で取り付けミスが出たそうよ。最初からベルトが迷子になっていたのだ。迷子じゃなくて固定場所の問題だよ。原因の説明より対応が先に出ているのだ。確かに、なぜ起きたかは詳しく書かれていないわね。対象は2019年から2026年型のラム1500だよ。バックルのアンカーを車体に付け直すのだ。アンカーはベルトを車体につなぐ固定部分よ。机の足のネジが緩いままみたいな話だよね。FMVSS210 にも合わない状態だったのだ。それは米国のベルト固定部に関する安全基準ね。基準に合わないと衝突時の支え方が心配じゃん。固定が甘いと体を十分に支えられない恐れなのだ。対象車なら販売店の無料点検を使うのが先ね。車台番号で対象か見られるから持ち主さんは確認してね。次は燃料フィルターのリコールなのだ。今回は部品そのものが燃料漏れにつながる話よ。対象は K&N とスペクターの交換用フィルターだよ。中のオーリングが壊れて漏れることがあるのだ。オーリングは液体を漏らさない輪っか状の部品ね。水筒の蓋にあるゴムの輪っかに近い感じだよ。燃料漏れに火が重なると火災の恐れがあるのだ。さらに破片が燃料の通り道を塞ぐ可能性もあるわ。エンジンの調子が落ちて事故につながる心配もあるじゃん。だから交換が終わるまで運転しないよう案内されているのだ。対象部品の番号を見て購入先にも問い合わせるべきね。これ自分の車についてたらどうするか気になるじゃん。私なら返金より先に代替部品を確保するわ。運転を控える案内はかなり重く受け止めるのだ。続いてはフォード社の2列目シートのニュースなのだ。乗り降りしやすくする機能の周りで不具合だよ。対象はアビエイターとエクスプローラーの一部ね。2列目の外側シートが勝手に外れることがあるのだ。外れるだけじゃなく傾いたり滑ったりもするみたい。スイッチが引っかかってロックが外れるのが原因よ。スイッチを押していないのに動いたら席もびっくりなのだ。シートはびっくりしないわ。乗っている人が危ないのよ。ずんだもん先輩、そこは人の安全を心配しよう。僕の心配はいつも少しだけ方向がずれるのだ。対象は約39万台で少ない範囲とは言えないわね。しかも前のリコールを広げる形になってるよ。販売店はスイッチ周りの部品を点検し必要なら交換するのだ。修理部品は2027年1月頃用意される見込みなのね。それまでは案内を読んでシートの動きに注意したいじゃん。みんなも座席が急に動いた経験はないのだ。違和感があるなら放置せず販売店に相談することね。安全に関わる部品は早めに見てもらうのが安心だよ。ここでシートベルトの仕組みを一つ話すのだ。ゆっくり引くときと急に引くときで違うのかしら。3点式ベルトは急に引くとロックするのだ。ゆっくりなら伸びるのに急ブレーキでは止まるんだね。体が前へ飛びそうになるのをベルトが支えるのだ。事故だけでなく急な回避操作でも役立つのね。だから固定部まで正しくついていることが大事なのだ。今日の話題は見えない部分ほど確認がいる内容だったわね。気になったニュースがあったらコメントで教えてね。次回も一緒にニュースを見るのだ。またねなのだ。